いやーマジでよかった本当に。50代で買えるのかと思ったから。しかも今のが20キャッチ目。数えた。20本釣ってようやく本当に今回サイズに伸び悩んだから、釣ってもねえちょっと可愛いサイズで20本釣ってようやくだよ。正直数だけ釣ろうと思えばねもっといっぱいできたけど、もうサイズが欲しいと思って結構この瞬間にもう昨日からかけてきましたからね。いやー本当にうまくはまった。そういう変化を見過ごさない、その流れが来て見事に。最高ですね。シーバスフィッシング本当嬉しい。めちゃめちゃ綺麗なアイパークがこのプサンで一番高いマンションらしいです。マンションなのかな。さあそんな街中でもちろん初めての場所です。結構濁ってます。まあ日本みたいなね赤潮っぽいに濁りですよね。さあ OK ということで1箇所目、ここはプサンにある河川ですね。まあ中規模河川って言ったらいいのかな。今稲子がいますね。稲子がでまあね、なんか結構岩がゴロゴロしてるんで、まあ、いきなり沈めるのもちょっと怖いんで、とりあえずジャーキングブロイン 110S で上のレンジのねミノのジャーキングから始めてみたいと思います。で潮は今上げに向かってますね。どっちが海こっちが海だよね。あ違う、こっちが海だよね。右が海だよね。右が海だからおそらく右から左に流れてるでしょうという感じですね。なのでまあああいう岩周りきっと潮が多少寄れるんで、まあ、もうちょっと潮が上げてきた方が多分流れ速くなるんですけど、まあ、とりあえずやっていきましょう。手前とりあえず今使ってるのが 110S なんで 140S とかよりは優しめのジャークがやっぱりいいですね。あんま強く弾いちゃうと糸拾っちゃうんでフロントフックに。なのでちょっと優しめ、まあ、季節によってもちょっと強弱変えます。どのぐらい飛ばすっていうのは基本やっぱベイトがちっちゃいほど、優しめというか移動距離の少ないジャークがいい気がします。秋とかでねもっとベイトが大きくなれば効率、効率も重視して割と大きい 140S とかでやるんですけど、さあでも生命感はすごいあって釣れそうですね。今まあ夕方なんですけど夕間詰めワンチャンスありそうだし、夜も結構いい感じになりそうな雰囲気してます。トレイシー25。さあ目の前来たよ。もうベイトたちに当てるイメージ。わあヒットでも見て、まさか食ってるみたいな。多分食ってないけどちょうどいい位置に行っちゃったね。ナイスサイズでかいわいいボラ暗くなったら釣れそうだけどねここ。さあさっきやってた場所の対岸にやってきました。こっちはね流れが巻いてますね。こっちの方が浅いみたいです。浅そうです。ち
っとどのくらいの数字か分かんないけど、まあひとまずバイブレーションでやってみましょう。ナレジ6号。あまりにも浅いようだったら変えてみましょう。まず着水からすぐ巻いてみましょう。お、ライトついたよ。そういうタイプか。うわ、消えた。明るくなった。そういうタイプか。魚もびっくりだよ。明るくなったり暗くなったり。ほらでももう一気に動き出したでしょ、ヤコが。いいタイミングだよ。ライトオン、オフ、オン、オフ。オレンジはずっとついてくれるんだね。釣れそうだけど。どっちだ。あー、シバスだ。うわ、バレた。あー、くっそ。やっちった。ちょっとドラグ弱かったわ。やっぱこういうパターンか。手前の浅いところにね、イナッコというかもうボラサイズがいっぱいいるんですけど、そのね浅いところにもシバスはもちろん入ってて、それも釣ろうと思えばというかやる気満々なんで、ルアーさえね見つけてくれば釣れるんですけど、なかなか見つけてもらえないんで、理想はやっぱ一段深くなってるところで構えてるシバスを狙えれば、もちろんそんだけシバスがねブレーク沿いにもしいたらイナッコもその上にはいないというか逃げるんで、でもそこをうまくルアー通せれば、そういう状況でイナッコいないけど魚がシバスがね溜まってるような、やっぱそういうポイント通せればルアーで釣れる確率がやっぱ格段に上がるんで、このブレイクで食ってほしいですね。やっぱ頭だよね。ボイル出ないのがなんか気がかりだけど。おっしゃ、本日は違う河川にやってきました。ちょっと昨日のところも少し気になったんですけど、せっかくね来たんでいろんなところを見てみようということで、今日は別河川です。昨日からまた1時間ぐらい走ったポイントですね。水質がかなり違ってクリアウォーターですね。かなり水がきれい。さあ、いい照明も走ってるよ。めちゃめちゃいい感じだね。水色も昨日は赤茶っぽかったけど、ここは緑っぽくて非常になんか栄養素高そうだし、イナッコもいるし、水深も程よくありそう。この初場所で探りやすいし、シーバスがストックしやすそうな。結構岩がね点々としてるんで、1メーター通すコースが違えば食ってくる食ってこない結構変わったりするんで、少し丁寧にいきましょう。さあ、韓国で初めて上枝を吐きました。入水です。このね端回りシェードとストラクチャー打っていきます。ルアーは非常に迷うんですけど、意外とごちゃごちゃしてたり浅そうなんで、シャルダスでいってみようかな。20。ちょっとブレードでね、ブレードはちょっと一発で見せてドンって食わす力が強いと僕は思ってるんで、ここもしシーバスいたら
ルアーをね見して一頭で食わせていきたいようなポイントですね。やっていきましょう。あそこなんかあるんだよな、あれ引っかかりそうだな。どこまでも行けるけど。OK。さあということでナイトゲームになりました。なかなか簡単にはさせてくれてないですね。でもやっていきたいと思います。頑張りましょう。ということで、昼間やった場所と川は一緒で、でも少し下流ですねにやってきました。でご覧の通り上はね道路で、でその道路から光が落ちてるんですよね。なのでその光に集まってる、シーバスを狙うという感じで、集まりつつ多分回遊もしてるんで一瞬足を止める、ちょっとそういうところでやっていきたいと思います。先発これですね、ブロイン 125F スリム。僕の中で結構ナイトゲームの、一つパイロットルアーとして扱います。これに深いバイトが出るようだったらもっとなんかルアーをね大きくしていったり、十分これで食ってくると分かったら、さらに飛距離出せるルアーとかで試してみたり、逆にこれでショートバイトのようだったらもっとフィネスに方向を修正していく。なのでひとまずこれでちょっと様子を見てみたいと思います。これで何かしら反応があれば次につなげていけるかなっていうところですね。さあ流れは最初にこのブロイン125はパイロット的に使うって言ってたんですけど、でもかなりね細身で食わせる能力、アクションもかなり良くてね食わせる能力高いんですよね。なので結構これ1本でなんとかなっちゃう時もありますね。これ上のレンジで食う時は。ジョルティミニ14、少し深め。大一発マジでよっしゃー。ちょっとそんな大きくないけど一等だよ。深いとこ入れたらよし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 シーバスだ。よし来たぜ。終わった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 よっしゃほら来たー韓国おかっぱり初シーバス。うわ大陸だ。めっちゃ反転ある。かっけえ。反転あるよ。強かったね。このサイズでも一頭韓国おかっぱり初フィッシュ最高。このねサイズが結構いい位置にいるんですよね。今ちょっとストラクチャー狙ったんですけど、一等地にサイズがやっぱちょっと陣取っちゃってるんで、なかなかサイズアップは難しそうだけど、とりあえず嬉しいですね。あともう少しちょっと狙ってみましょう。食い切らないな。食い切らないというかなんとか食わせてる感じ。おし群れいるね。群れが入ってる。ちょっと可愛いかな。連発群れ入ってきたんだね。よし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 。
海外でねシーバスフィッシングこうやって引き味わえるのは本当サイズ関係なく来てよかったって思える。はい、来た。このサイズだけどとりあえず今群れ捉えましたね。まあまあまあ最高ですよ。でもねほんとよく引くこのサイズでよく跳ねる。なので非常にエキサイティング最高です。よしバイバイ。大きくなってまた会おう。バイバイ。いやー干潮間際とかまた地合来る可能性も十分にありそうですね。しかもでかいのとか。なんか大陸続きってそのイメージなんですよね。潮が低い時、そして流れが最後緩まるというか最後の一押しちょっと流れてる最後の下げのタイミングとか干潮間際がいいイメージですね。最後に突き出た岩も打ってみようか。あれがもし水中もうちょい続いてれば十分ストラクチャー。おっと、うわー取れちゃったポイント移動してきました。お昼もやったんですけど大きなね橋があるポイントで、潮位的にあと2時間で干潮なんですけど、まだ最後結構流れ走ってて、やっぱこのね水がなくなっていくタイミングでこのシーバスとの距離がベイトフィッシュとの距離がやっぱ近づくんですよね。満潮の時は遠いけど下がっていくとベイトフィッシュが近づくんで、大きいやつでかいやつもやる気が出るタイミングかなと思ってちょっと最後頑張ってみたいと思います。まずはフローティングミノプロ 125F スリム、これでやってみたいと思います。もう普通にこのね手前のルアーチェンジスネコン90シンキングペンシル S 字系ジョイントじゃないルアーなんですけどジョイント並みの S 字を描くっていう。稲っこ食ってる時とか非常に強いんですよね。ちょっと沖を攻めてたんですけどもう一回丁寧に手前やってみたいと思います。わし食った。ルアーサイズ下げたら食ったね。可愛いけどな。まあやっぱいたけど食ってなかっただけだね。だいぶ可愛いかも。このサイズか。でもまあ狙いのポイントで食ってくれた。やっぱでもねこのサイズでもしっかりあれなんですよね、ルアー見て食ってきてるんですよね。雑なというか大きめのルアーはもちろん食わないし、新編とかでもしっかりスローに流し込んであげないと重い新編とかだと全然食わない。同じ90ミリとかでも。なのでね賢い子たちです。サイズは可愛かったけどとりあえずね韓国シーバスの顔は見れたんで OK じゃないですか。まだね滞在日数あるんでサイズアップ狙いたいですよね。今日は終わりですが引き続きまた頑張りたいと思います。お疲れ様でした。
おはようございます。アニョハセヨということで、時刻は10時35分。昨日と同じ川の、ここはね、川と川の合流部ですね。支流と合流しているところで、本流がこの右から左、そして後ろから、支流のね流れがぶつかるポイントで、1級ポイントですね。ここでやっていきたいと思います。まずはジャーク、ブロイン 110S、 これのジャーキングからスタートしています。さあ、流れはとろーっと、今満潮ですね。水は結構冷たくて、何度ぐらいだろうな、20度ちょっとぐらいかな。はい、ローチェンチトレイシーの 15g、 速いスピードでよっしゃ、なんだ、よっしゃ、食った。早巻きだったね。やっぱスローだとちょっと見切られちゃいそうだから早巻きしてたら食ったよ。まあそんな大きくないけどヒットヒット。よし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 、ベイビーだけどいいのよ。ほら反転。よし、ほい、かわいいけどシーバスです。デイゲーム釣れましたね。元気にジャンプしてくれましたよ。このトレイシーっていう鉄板バイブレーションは引き抵抗が軽めなので、他の鉄板バイブに比べて、なのでこういう早巻きの釣りは非常にねやりやすいし、疲れないで行えます。ほら食った。可愛いけどでしょ。でもスローリトリーブしてるねえ、地元の人はまだ反応を得れてないけど、ファストリトリーブだとこうやって可愛いけど食ってくるんですよ。ワームなんかはやっぱスローでもやっぱリアル、魚から見たらリアルなのかわからないけど、ワームだと割とスローでも普通に食ったりはするけど、それでも見切っちゃう場合はこういう速い巻きが結構ね、急に釣れ出すというか、やっぱ見切られてないんだと思う。トップウォーターガボッツ6号、橋脚の下はねほんといろいろ沈んでて、沈めるとすぐ根がかりしちゃうんで、トップウォータープラグで探ってみます。ガボッツはただ巻きだとウェイクベイト、ただ巻きでも泳ぐし、こういうロッドアクション入れてドッグウォークもできるし、竿をこう引いてポッピングもできる、多彩なね誘い方が一つでできる、そんなルアーです。よっしゃ、食った人。バレた、くそ速攻食った。裏にいた、よれの裏。ちょっと特に捕食水面爆発とかも見えなかったけど、裏にいた。もう1匹ぐらいいないかな。おーしょー出た可愛いけどナイスバイト。おー
おお、上だと出てくるんだね。よいしょ。よし、ガバッツ6号。このサイズとは思えないスーパーバイトでしたね。やりました。はい、楽しませてくれました。 See you。 イエーイ。韓国楽しいです。トップ出るね。2発まだ打ってないところもあるから、ちょっともうちょいやりましょう。もう一発ぐらい出そうだよ。あとはサイズがどうか。ここ出ないか。もうちょい奥だね。もうちょい飛ばす。風が。でもここら辺もどこで出てもおかしくないから、とりあえずやりましょう。まだ打ってないとこ。よし、食った。よしよし、ナイスナイス。よっしゃ。よしよしよし。早巻き。こっち来いこっち来い。よし、一番いいんじゃないか今回。バレんなよ。よし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 。終わった終わった。うわ、人気。ストップストップストップ。これ丸っぽいね。よっしゃ。よし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 。よっしゃー。来たぜー。ナレージ50。早巻き。よしよし、とりあえずいいの来たよ。ちょっとかっこいい。割と明るい側、まあ正面投げて、ファストリトリーブ、結構いろんなものが沈んでたり、そんな水深ないエリアなんで、もう本当着水してすぐ高速巻きして、このやっぱちっちゃいサイズ、小粒なのとこのスピード感で見切られずにデイゲームでも食ってきてくれました。ナイスフィッシュ。かっこいい。いい魚です。元気いっぱい。いい、バイバイ。カムサハニダ。噛んだ。カムサハムニダ。よっしゃー。いいね。デイゲームで魚のジャンプファイトが味わえたら最高ですよ。下回やりましたよ、もうこれで。さあでももっと楽しみましょう。ほら、食った。おっしゃー。バイブレーション。トップでは出ない魚。よし、はい。ナレージ50。スパークシルバー。おし、食った。レンちゃん。お、ちょっとサイズ今のよりは上がったんじゃない？少し大きくなりました。連発です。楽しいです。シーワースフィッシング。よし、食った。ヒット。よし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 。しゃー。はい、ということで、結構ファイトバイト、楽しみましたね。それなりに数も釣れて、
さあこれからどうしようか。今2時ですね。14時。まあポイント移動するか美味しいものを食べるかちょっと作戦会議したいと思います。一旦お疲れ様でした。さあということでこれから夜やっていきたいと思います。で今からやるところは初場所なんですけど、ただ対岸からは昨日デイゲームでやってて、結構ねストラクチャーというかなんだろう、カキシェルがねゴツゴツあるポイントで、まあ、そこを夜ゆっくり、新編だったりミノだったりそういうので探ってみようかなっていう、結構シャローポイントなんで、まあ、昼でもいないことはないけど、まあ、夜の方がより暑いんじゃないかなっていうところで夜もちょっと見に来ました。さあ、まあ河川的にはね結構大きな河川なんですけれども、意外と適当にやってても釣れなくて、なので夜しっかりそういうピンについたちょっとスズキを狙っていきたいと思います。結構街中で明るい川です。光がかなり、水面に落ちているポイントで釣りがしやすいですね。まあ全然目が利きます。あ、アングラーいるね。昨日デイゲームであっちの対岸側入ってたんですけど、今日はその反対サイド、多分こっちからの方がよりその多分ストラクチャーが近い。じゃあ多分こっちの方が浅いのかな。なのでシャローからディープに向かって投げるっていう感じですね。さあ少しね入水して始めていきましょう。飛距離重視、結構背だったり根の位置が遠いのでシンキングペンシルアウトスター 120S、 いい姿勢だよ。これがめちゃめちゃ飛ぶからね。 OK いくよ。ウェイト戻してそこからただ巻き。アウトスターは合計6つウェイトボール球が入ってます。これが全部移動することによってとても飛距離が出るルアーです。まあ、細身の新編なんでアピール力、魚を寄せるっていう点ではそんなにその力強くないんで、どっちかといったらしっかり魚のいるポイントまできれいに流してあげる、魚の近くまでルアーを運んであげるっていうのがこういう細身の新編では大事ですね。なので細かく少し位置をずらしながら、キャストの場所をずらしながら今探ってます。よし食った。ああかわいいな。よしでもヒット。ああちょっと何があるか分かんないからゴリ巻き。もっとビッグサイズが多分まだいるんだろうけど、とりあえず可愛い子ちゃんが反応してくれました。アウトスター。遠かったです。おお。ほい。キャッチ。さあ今満潮潮止まり
まあ今がチャンスじゃないですかね。ちょっと潮狩り頑張りましょう。少し、まあ今ダウンで流していったところでしたね。ほぼクロスにキャストして、そこからしっかり水を当てていくような流し方、まあ、というか狙ってるところが、もう見えてる島で、やっぱ一番いいのは裏側だと思います。裏にね餌を待ってるスズキがやっぱいるので、あそこをちょっと重点的に飛ぶルアーじゃないと話にならないですね。大きくないけど全部遠い。サイズは変わらないですね。さっきよりちょっと可愛くなっちゃったかな。大きめのが少ないのかな。それでもねこうやって連れてくれるんで楽しいです。ダメだ。オーマイガー。2人いる。2人。そっか、今日土曜日か。さあポイントは一緒なんですけど、ちょっと他のとこ見て、まあでもね人がいっぱいいて、ちょっと今日土曜日の夜なんでアングラーさんもいっぱいいて、今から入れるところがなくて再び戻ってきました。まあ1時間時間が空いて、でね今下げの流れがすごく効いてる。さっき釣れてた時より効いてるタイミングで、まあこれがいい方向に出るか悪い方向に出るかはちょっと分かんないんですけど、ちょっと今日ラストもうちょいやってみたいと思います。ルアーは同じくアウトスター 120S、 これのロングキャスト。さあ行きましょう。後ろから草が当たるな。もうちょい前でねダメだね。さあ新しい魚が入ってないか。お、すごいな。なんだこれ。なんで急にこんな流れんだ。昨日も後半すごい流れてたから、全然わかんないけど、水門とかあんのかな。堰が開く。どう考えてもさっきまでの潮のねなんか変化の流れの強さじゃないよね。惜しかった。あー変わんないか。でもどこだ、ちょっといいんじゃないか。よしフィッシュ。よしいい食い方だ。よいしょ。カモンカモンカモン。うわおお、よっしゃー。よしサイズアップ。まあちょっと来てよかったね。いろいろ回って人いっぱいで、うわーどうしようかって迷ったんだけど、やっぱ
ルアーフィッシングは投げないと釣れないね来てよかったよ。ナイスワン。オッケー。よっしゃー。いいじゃんいいじゃん。ちょっと群れが変わったんだね。まあ流れがだいぶね変わって速くなったんですよね。やっぱ結構潮のスタートはほんと全然流れなくて、ハイタイドが今日9時、ロータイドが4時ぐらい、まあ、ハイタイド10時前ぐらいかで、ロータイド干潮が4時ぐらいで、スタート3時間2時間半ぐらいは全然流れなくて、でも今12時5分日が変わった、このタイミング3時間ぐらいするとなんか一気に走り始めるんだね。ちょっとそこら辺の流れのね感じがつかめてないけど、戻ってきたらすごい流れてるなと思ったらちょっといいサイズ出てくれましたね。よいしょ。イエーイ、きたー。いやー嬉しい、最高です。アウトスタ。いや嬉しい、戻ってきてよかった。非常に価値ある一本でした。少しずらしてこの貴重なチャンスタイムを無駄にしないように、キャストもミスなく。惜しくった。あ、いいサイズ。よっしゃ。ちょっと今まで投げてない左方向投げたら、よし。うわマジか。あー大丈夫。マジかよ。ねえ越えらんなかった。いいサイズ。アイザーが引っかかったとこだねの奥で食って、やられた。ごめん。マイク大丈夫かな。ソーリー。びちょびちょもう水めちゃめちゃ入ってる。もうなんか踏ん張り効かなかった、足に。いやーむずいなマジで。今んとこはね、もう水面からもう30センチもないぐらいの位置まで根が出ちゃってるから、アイザーでも引っかかるところ。そのまあちょっと奥で食ったんですよね。
難しいわ。まあそれも分かっててドラグも全然出ないし、パワーファイトはするんだけど、やっぱ距離が遠いんで、悔しい。申し訳ないね、魚にも。いやー、いいサイズだった。今までと合わせた時の重量感が全然違ったね。いるんだな。おはようございます。ここはナイトゲームでもやってたポイントなんですけど、昨日ナイトゲーム初めて入ったんで、あんまウェーディングできないかなと思ったら、昼入ったら思ったよりウェーディングできまして、でヒットポイントがやっぱ島回りなんですよね。で10メーターぐらい近づけたんで、釣りのルアーの幅がすごい広がったんで、とりあえず、夜高ポイントなんですけど、日中初めてやるんですけど、日中はどうかなというところで始めてみたいと思います。まずはちょっとトップで様子見てみましょう。非常にシャローエリアなんで、いきなり沈めると根がかる可能性もあるので、これでいきます。ガボッツ90。エイトは稲っ子ですね。これ朝祭りとかいいんじゃないかな。もう潮とか関係なく。今回夜が遅いんでなかなか朝まずめはねできてないんですけど、でも稲っ子だったらやっぱ朝のねまずめのタイミング良さそうなんだよね。明日ラストチャンスやってみるか。いねえかな。トップウォーター。うわ、ついた。どっち今の。お、知ってた。かわいいベイビー。けど出たね、ついたら。うわー、ナイス。ねえ、ちょっとよそ見しながらやってたけど。おお、トップウォーター。最高。イエーイ。デイゲームでこれは気持ちいいね。最高だね。おう、元気いっぱい。はい、キャッチ。うわー、ガボッツ90。楽しいね。日中にこれが味わえれば最高でしょう。トップウォーター。さあ引き続きガボッツでやっていきます。
おお、出たヒット楽しいマジか。やっぱそこにたまるんだね。おお、うわすごい点々。ほら、うわはいうわナイス。うわうわ、子供たちが興奮している釣れてるよ。オッケー、よっしゃー、連発。すごい点々、びっしゃびしゃ最高ですね、デーゲーム。いやー、前半ちょっと苦労したけどね、魚の居場所とか狙い方分かったら連発し始めましたね。さあ、ということでいよいよ韓国ラストナイト最終日、夜できるのが明日、夜できるのが最後です。明日帰るので、やっていきましょう。でね、昨日はもうちょっと後ろから、やってたんですけど、今日昼間デーゲームしに来たら意外と入れるってことが分かりまして、だいぶ前進、することができました。ここまで近寄ればもっといろんなルアーの、種類使えるので、昨日は遠かったんでアウトスター一択だったんですけど、今日はここまで来れたのでもっとねいろんなルアーを駆使してできるので非常に楽しみです。ちょっと雨だけが今日心配なんですけど、ちょっと頑張って昨日のね、ビッグフィッシュちょっとやられちゃったやつを取り行きたいなと思います。さあ先発ちょっとねサイズ狙っていきたいんで、こちらガボツ120、今日90ではね結構デイゲームで釣れたんですけど、ちょっとサイズアップの 120mm のガボツでいきたいと思います。ちょっと今までほぼここ夕間詰め朝間詰めをやってこなかったんですよ。完全なデイゲームとナイトゲームしかやらなかったんで、ちょっとやっぱり稲っ子がベイトになってるんで間詰めは見ときたいなと思って夕方来ました。できれば明日の朝もやりたいですね。ガボッツ90、ちょっとこれ昼間反応良かったんで、多分ね確認ですね。これで反応なきゃダメだなっていう感じで、よいしょ、ほらかわいい。タイミングによって全然魚のサイズが違いますね、本当に。これでも出てた中で誤爆の中で一番いいサイズだから乗った感じ。バイバイ。今じゃない、下げだわ。しかも下げのハイタイド、もういっぱいの潮変わりのタイミングも釣れるんだけど、そのタイミングは昨日やった感じ数は出るけどサイズが出ない。でそこからしっかり流れが効き始めた満潮から3時間後ぐらいから流れがぐっと効いたり止まったりするタイミングがあるんだけど、そのタイミングでやっぱ少しサイズアップするのかなっていうのが今のところの見解で、今この上げのタイミングはなんかまだ魚がまとまってない感じがあって、魚もすごいちっちゃい、かなり本当にこんぐらいのベイビーサイズもいるんで、ちょっと時間空けましょう。また多分4時間後、8、9、10、
3、4時間後にもう一回エントリーし直したいと思います。はい。さあ、最終日夜ですね。で、日を越えて現在時刻12時20分。満潮が10時半ぐらいなので、そんな干満差大きくないんですけど、今が一番流れが速く、走るタイミングで、ここでやっぱそれなり大きいサイズが出るんじゃないかなっていうところで、狙いすましてやってきました。今回ナイトゲームの集大成ですね。頑張っていきたいと思います。先発、まずは状況を見るためにトップウォータープラグ、ガボッツ90、これからスタートしてみたいと思います。さあどうだ、もっと速くなるなんかタイミングがあるんですよね。それは不規則で、この時間っていうよりは多分今からこの流れ一番潮的に速い時にちょっと流れが呼吸するような感じ、速い時もあれば遅い時もあるみたいな感じで、やっぱそのどっかでチャンス来るので、些細な変化見逃さないようにやっていきたいと思います。スタート。ナイトゲームなんで昼と違ってあんまりアクションせず、基本ただ巻きで、アクセントにほんのちょっとポッピングまでいかない、軽いカポみたいな、そういうのはやるかもしれませんが、基本ただ巻きでいきます。ちょっとプロトタイプなんですけど、アイザーの、100F フローティングミノーですね。シャローランナー、これでいってみます。1枚入れて反応が変わるか。うわ、反応が変わったけどちょっとちっちゃいな。ヒットです。やっぱ上で今日の昼とかね出る時もあれば、こうやって若干入った方がいい時もあったりで面白いですね。この一口サイズが結構90ミリ100ミリサイズが一番反応取れて、ちょうどいいサイズなんでしょうね。大きくすると一気に反応が減るんですけど、それで一発大型狙うのもありなんですけど、大型もね意外となんかちっちゃいのが好きだったりする時もあるんで、気がかりなのが、稲子はね見ていっぱいいるんですけど、サヨリも入ってるんですよね。なのでちょっとどっち食ってんだろうなっていうのがまだ完全に把握できてないんで、どっちとも取れるルアーをとりあえず投げてる状態です。はい。さあこのタイミングででかいのが食ったタイミングだ。この流れでもすぐ止まるんですよね。昨日もこの時間はね小さめサイズがいなくなったんですよね。バイトは減るけど、サイズが良くなった時間帯ですね、魚の。
なのでいいサイズに期待したいですね。当たりは少なくても。で昨日もねちょっとやられちゃったようにかなりゴロタというかすごい背の高いストラクチャーがいっぱいあるんで、もうドラグはほぼ今フルロック。手前来てももう手前もすごいんで、どこに何があるか分かんない状態。まあ一番背の高いのはねこの今左側にある昨日やられちゃったところが多分一番高いんで、なんとか取りたいですね。なんかミノーでゆっくり流したらもっとねバイト増えるかなと思ったんですけど、意外と増えないですね。昨日はねここまで立ち込めると思ってなかったんで、すごい後ろからね飛ばさなきゃいけなかったんでアウトスター一択だったんですけど、今日デイゲームでねここやってきたら立ち込めることが判明して、こんな近くならいろんなルアー投げられるなと思って、こういうねフローティングミノとかならもっとゆっくり流せるから食いがいいかなと思ったんですけど、そこまで。まあでも昨日も当たりが少なくなってきたタイミングに入ってるんで、サイズ狙いで来てるからかもしれないけど、どうなんだろうね。でもアウトスターで食うならアウトスターの方がちょっとテンポがね速いから、そっちの方が魚の回遊は逃さない。ちょっといいよ。すごいシャドウみたいな。どうだこれ光が悪い。遊べないんだよ。さあどうだ。おしよ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 し。空気吸え空気吸え。やべやべ。ちょっと無理やりだよ。ドラグ全然出してないけどしょうがないこのエリアは。かかんないか。おでも今回1。うわあ外がかりかよ。しかも頼むぜ。いやでもやっぱ狙った時間だわ。さあカモ。うわすごいね。おい待て。落着で。キャッチじゃないオッケーキャッチ。よっしゃ今回1サイズ。よし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 いやーこのタイミングだったね。いやー結構際どいところにいた。島の本当に落ちてすぐ食ったぐらいだったんで、結構遠かったんで最初サイズ感は分かんなかったけど、今までより大きいなっていうのは確実に感じたんで、でも上がってきたら思ったより大きかった。よっしゃよっしゃーやっぱこのタイミング。いやー集大成だよ。とりあえずよかったよ。最後ラストナイトもう12時超えてるからね、帰るのは今日なんだけど、いやでもこれがシーワースフィッシングだよね。今回数日間滞在して徐々に精度高めてって、狙ったタイミング狙ったルアーでキャッチするっていう、とりあえず嬉しいよ。今回初めて日本でいう60センチアップのこのスズキって言えるサイズ
キャッチできましたよ。60なんて余裕だよ。ナイスな魚だったよ。よっしゃー、ナイスな魚だよ。長いね、マジで思ったより。いやー、いい魚じゃん。ふう、最高。ほらー、おおっしゃー、おい、ふう、最高、マジで。よっしゃー。よし、お別れの時間です。まあ蘇生はもう十分したんでかなり元気です。こういう大きい個体はね、次世代につなぐ次のね子たちをたくさん産んでくれるので、大事にしっかり蘇生してリリースしましょう。うわ、いい太鼓、最高です。さあ、これよしですが、おお、もう元気OK。 もうこうやってね尻尾振りほどこうとしてる。これはもう全然リリースして OK のタイミングなんで、元気。バイバイ。韓国ではね、大きいシーバスのことをタオギシーバスっていうらしいんですけど、いや出会えてよかった、最高。タオギシーバスワッタってやつですね。ワッタは日本語で来た。よっしゃ、最高です。ラットです。これにて韓国昭和シーバスゲーム終わりにしたいと思います。やっぱね、この身近に大きい魚、シーバスっていう大きい魚が釣れるのがシーバスフィッシングの醍醐味だと思うので、まあ皆さんのねお住まい、にもね絶対釣れる場所基本的にはあると思いますし、やっぱね共通で今回僕韓国初シーバス、昭和ゲーム初シーバスでしたが、やっぱまあね日本でやってきたことが通ずる部分もたくさんあったので、地元で楽しむのもよしで、こうやってたまに遠征してね、力試ししたり、初場所の感動、ワクワクを感じるのもいいと思います。いろんな楽しみ方があるのがシーバスフィッシングなので、ぜひ、これを見た皆さんも楽しんでもらえればなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。